皆さんおはようございます。豆です。今日の悪夢のレガシーチャレンジはマイラのプロムということで、プロムの服装を準備しておきたいと思います。やっぱり水色がいいかな。これとかちょっと派手すぎ？でも可愛いね。そういえばこのマイラが一緒にプロムに行く予定のブランドンさんとデートしている時に、いきなりこちらのテレンスさんが会話に入ってきたじゃないですか。なんとテレンスさん、このブランドンさんのお父さんでした。エモくないですか？ちょっとエモいって言葉も時代遅れなのかな。とにかく自分のお父さんたちの古くからの友人であり、かつ家の裏のガーデナーさんであるテレンスさんの息子と恋に落ちたっていうのが素敵なストーリーだし、これこそレガシーチャレンジの醍醐味だよねなんて思いました。ちょっとこれはシンプルすぎるかな。高校パックのやつも可愛いけどね。高校パックのやつの方がやっぱ可愛いかな。こっちにしとこっか。よし、早速プロムに行きましょう。この間どこで終わらせてたっけ？プロムの直前で終わらせてたかな。まだ4時半ですね。シャワー浴びたりなんだり準備したりする時間があるので、ご飯食べてちょっと仮眠するぐらいの時間はあるかな。今日ロマンスフェスティバルだったのか。プロムがなければね、ジェラルドのパートナー探しのために。びっくりした。うわー、びっくりした。すいません、雷が落ちました。でもラッキーなことにこの石をもらうことができましたよ。マイラのね、プロムがまた来た。びっくりした。ちょっと怖いんだけど、本当かなり近かったですね、今の2発ね。すいません、騒いで。マイラのね、さっきから何度も言ってるけど、プロムがなければジェラルドのパートナー探しのためにロマンスフェスティバルに行ってもよかったなと思いますけれども、しょうがないですね。よし、プロムの時間になりましたので、今回はマイラだけで行ってきます。ジェラルドはね、また来週機会があるので。いいね、かわいいよマイラ。さてブランドンさんいた。フォーマル服もイケてるねっつって褒めておきましょうか。私プロムをね、ゴールドメダルで終わらせたことないので、できればね、今日はいいメダルで終わらせられるように頑張ってみたいと思います。待ってちょっといろんなバラエティのある料理になってる。これ最初の方さ、どのテーブルもさ、チキンしか出てこなくってさ、ベジタリアンのシムには非常に辛いプロムになってしまっていたんですけど、今回はベジタリアンのメニューもあるし、ちゃんとラクトースフリーのメニューもあるし、普通のチキンやお肉のメニューもあるしということで、すごいいい感じのバラエティ豊かな料理が揃ってますね。これいつの間に直してくれたんだろう。めちゃくちゃ嬉しいな。せっかくだからブランドンさんにプロムロイヤルティの投票しておきましょうか。じゃあジェスターはビアグセン家のアマーリさんで OKOK。 結構いい感じでタスクを進められてるよ。続いてブランドンさんとダンスをしますよ。マイラ投票したね。ブランドンさんとプロムに来ることができてよかったね。一人ぼっちで来ることになるかと思った。マイラすごいうっとりしてる。かわいい。よかった、本当によかったね、一緒にこれって。今のタスクに進みませんでしたね。ブランドンさんといい感じになったのはいいんだけど、あんまりブランドンさんから恋愛アクションが返ってこないっていうのがちょっと気になるところなんですよね。本当はさ、ブランドンさんの方から自立で恋愛アクション来てほしいなっていうのが正直なところなんですけど、ちょっと疑っちゃうじゃないですか。本当にマイラのこと好きなのかなみたいな。シルバーメダルに届いたよ。ちょっといけるかもしれない、今回は。いける。ちょっともう一回だけダンスして、あとちょっと。本当私さ、プロムでいっつも時間なくなっちゃって、なかなかタスクをちゃんと終えることできなかったんですけど、しかもすごい短いじゃないですか、プロムって。もうセレモニー始まっちゃうけど、なんとゴールドメダルに届きましたよ。初めてかもしれない。私こんなに何回もプロムプレイしてるけど、初めてゴールドメダルに届いた。そしてタイミングよくセレモニー。二次会があるのはわかるんですけど、すごいプロムの時間って短くないですか？あっという間に終わっちゃうよね、いろんなことやってたらね。さて、投票したブランドンさんは選ばれたでしょうか？選ばれたっぽくない？来た。プロムロイヤルティブランドンさん、そしてジェスターはアマーリ・ビャーグセン。二人とも投票したシムじゃん。すごい投票の重みが自分のシムの投票の重みがすごいよね。プロムロイヤリティに選ばれたことを喜ぶブランドンさんと、私が投票したからねっていう超ドヤ顔のマイラ。おめでとうブランドンさん。そしてビアグセン家のビアグセンって英語読みでずっと言ってたんですけど、日本語ではビョルグソンだということに最近気がつきました。失礼しました。ビョルグソン家のお子さんです。ソフィアさんとエルサさんの弟にあたる感じかな。ブランドンさんに対してセンチメントを取りましたね。
かわいいなマイラ。いやいい思い出になったね。やったー、初めてゴールドメダルでプロも終わらせた。じゃあ二次会に行きましょう。さてさて、ブランドンさんと結婚の話でもするか。いきなりどうかな。こんなティーンでまだ付き合ってないよね多分。どこまで進めたっけ。もうボーイフレンドになってもらうみたいなことやったっけ。さてどういう反応する。結構いい反応だったね。大丈夫だった。結婚の話したけどあり。アマーリさんが邪魔になってしまったな。ブランドンさんとなんか一緒に乗り物でも乗って楽しんでもらおうか。いやそうまだねボーイフレンドでもないシムにもう結婚の話なんかしてちょっと気まずいかなと思ったけど、ブランドンさん結構ポジティブなリアクションしてくれてましたよね。でもそれにしたってあまりにもブランドンさんからの恋愛アクションが返ってこなくてね、ちょっと気になるところです。さてブランドンさんは普段着に着替えてひたすら走っていきますけれども、どこへ行くんでしょうか。帰っちゃうのかな。どうしたのブランドンさん、一人で夜中にジョギング。まだ2次会やってるんだけど、マイラアイスクリーム食べてるから一緒にアイスでも食べたらねえ。アイスクリームも一人で楽しむマイラ。これめっちゃ可愛い。じゃあブランドンさんはさどこに行っちゃったの。フォーカスしたカメラ。あ、まだジョギングしてる。何どうしたの。トイレってここにあったっけ。あ、トイレそこにあるか。何してんのブランドンさん。雨降ってきちゃったし。戻ってきた。ただジョギングしたかっただけなのかな。もうちょっとブランドンさんとさ話しとこうよ、せっかくだからね。マイラはこうやって自立でどんどん恋愛アクション出すんですけど、ブランドンさんから帰ってこないのよ。恋愛アクションが誘惑的になったけどね。雨の中イチャつく2人ですが、どうですか。この中でイチャイチャとかしてみる。イチャイチャしちゃおっか。このホーンテッドマンションみたいなやつで初イチャイチャがこんな公共の場でちょっと申し訳ないけど、まあそれもそれでティーンらしいかなということで、いってらっしゃい。楽しんできてね。2人ともこの熱いキスを交わした後スタスタと何事もなかったかのように入っていくのが面白いですよね。どうでした。楽しみました。手洗いに行ったブランドンさん。どうしたマイラ。どうしたのそんなところで急にムーンベイズし始めちゃって。シュールなんだけどちょっとここさ乗り物にさ人が来るとこで邪魔だからそこでムーンベイズするマイラ。いやまあ今日は結構満足したので帰るか。朝の4時半だし初めての朝帰りだよマイラ。いやー楽しかったね。プロムはゴールドメダルで終わらせられたし、ブランドンさんはロイヤルティーに選ばれたし、初めてブランドンさんとイチャイチャもしちゃったし、さらにイチャイチャに満足したのかその場で寝っ転がってムーンベイズまでしちゃってね、とてもいい思い出になったんじゃないでしょうか。クレイさんはさ怒ってゴミ箱を蹴ってたけどどうしたの。そんなに怒んないでちょっと直してゴミ箱。なんかみんなすごい大変なことになってるんだけどさ、夜中なのにどうしたの。マイラがプロムに行ってる間みんな休んでなかったの。さあいたずらの日でかつ日曜日なので今日はですね、マイラはゆっくり二日酔いではないな、まあゆっくりお休みしてもらいまして、ジェラルドのね願望を進められるためにお友達とジムにでも行って汗を流そうかなと思います。いつの間にダニーさんとクレイさんの友好関係がこんなに低くなっちゃってるよ。やば。なんでこんなことになってしまっているの。おかしいな。なんかまた怒鳴り合ったりしてた。悲しいな。あれちょっと待って、ブランドンさんが来たね。ブランドンさんがいきなり家に入ってきたんだけど、どうしたのブランドンさん。これあれかな、また親友になりたいとか、あるいはもしかしてマイラと関係性を次のステップに進めたいとか、そういう感じ。どうでしょう。ちょっと見てみましょうね。マイラ寝てるんだけど、マイラと親友になりたいと言っています。嬉しいんだけど、なんかここまで来たらせっかくならガールフレンドになってくれませんかみたいな、そういうお誘いだったら嬉しかったけど、まあ親友も親友でね嬉しいので受け入れておきますこんな寝ているところに来てくれてありがとうねブランドンさん。今日は先ほども言った通りジェラルドの願望を進めるためにジムに行こうと思います。じゃあお友達のアマーリさん、ビョルグソン家のアマーリさんとジミーさんと誘って行きましょうかね。これ一緒に運動するってやったとしてもさ、多分一緒には運動してくれないんだろうけど、とりあえずそうしとく。そしてあっという間にもう次の段階に進みましたね。願望が全然いたずら系のアクションがうまくいかないじゃん。嫌われ者になっちゃうかもね全然ダメだわ。超恥ずかしいムードになっちゃって。もう一発ぐらいやっとく。もう一発だけやらせて。ごめんねジミーさん。ジェラルドの顔にバツマーク出してる。ちょっと音楽がかかってたので遠ざかりましたが、これで終わるでしょう。願望終わった。
願望じゃないや、これなんだっけ、イベントね。オッケーオッケー。じゃあ願望もイベントも終わったし、せっかくだからフィットネスレベルが4になるまで運動して帰りましょうかね。こちらのシムに話しかけられてますけど、ゾチトゥルルーナさん、ちょっと名前の読み方がわかんないけど、可愛いシムですね。どなたですか？この足のタトゥーも素敵じゃないですか。ヤングアダルト、若者でしょ？ちょっと待って、何歳ぐらい今？あ、11日か。若者になって11日経ってるってことはかなり年上ですね。あ、しかも子供も一人いる。なんだ。もしね、年がまあまあ近かったら、ワンチャンジェラルドのお相手にどうって思ったけど、ちょっと年上すぎますかね。そしていつの間にかもうフィットネスレベルが4になったので、今日のところは帰ります。ありがとう、友達。ジムに来てさらにジェラルドのいたずらの餌食になってしまって申し訳なかったけど、こちらは順調です。さてさて、あとはですね、ジェラルドが運動機器を2つ購入しなきゃいけないので、もう1つ買っておきますね。バスケットボールって運動機器になるのかな？カウントされないわ。じゃあバスケットボールじゃなくてこっちにしよっか。オッケー。じゃああとはジェラルドが元気なムードレットになるのを待って運動してもらっちゃいましょう。ちょっとマイラまだ眠いじゃん。まだブランドンさんがいたわ。そういやブランドンさんとちょっとイチャイチャしとく。いやほんとさ、全然恋愛アクション返してくれないけどね。どうなんでしょうか実際。あ、ジェラルドが入ってきちゃったよ。ちょっとジェラルド、マイラと仲いいのはわかるけどさ、それは気まずいから。あ、オッケーオッケー。そこに置く？あ、初めてなんとブランドンさんから恋愛アクションが来ましたよ。初めてじゃない？返してくれたの。いいじゃないですか。オッケーオッケー。よかった。なんか意外と実は積極的じゃないのか、あるいは本当にマイラのことに正直興味がないのか。来た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 。言っているそばから来てくれました。ブランドンさんがマイラにガールフレンドになってほしいそうです。嬉しい。いいやつだ。ブランドンさんは空気の読めるいいやつだった。ありがとうブランドンさん。もちろんガールフレンドになりますよ。やったね。記念にイチャイチャしとく？いやー嬉しいね。こういうね、シムとの関係については結構シムの自立を大切にしたいなって思ってるタイプなので、こうやって自立でブランドンさんが関係性を進めてくれたのはすごく嬉しい。ジェラルドどうしたの？固まっちゃってるけど、ご飯でも食べてスキル上げしますよ。あなたは継承者なんだから、暇さえあればスキル上げ。そういえばもうそろそろ、もう4000ポイント貯まってるね。じゃあさ、あれ買っとこう。眠くなりにくくなるやつ。本当はもっと貯めて1万ポイント貯まれば完全に睡眠を取らなくてよくなる報酬特質もあるんですけど、私あんまりこれだとなんか人間味がなくなっちゃうのが嫌で、私はいつもこの眠くなりにくくなる方の特質を買うようにしてます。レガシーチャレンジではね。はい、おめでとう。継承者になる準備はバッチリだよ、ジェラルド。よく頑張りました。マイラは楽しんでますね。じゃあもうマイラは一回そのまま寝ちゃってさ、昼の2時だけどみんなトイレに集まってきちゃってどうしたの？そんなトイレでみんなで会話しなくても。バニーさんってブランドンさんと会ってたね。そうそう。そしてあなたたちの仲良しのテレンスさんの息子ですよ、ブランドンさんは。よかったね。こうやって家族ぐるみのさ、付き合いを進められそうですよ、今後も。ブランドンさんお皿の片付けまでしてくれる。いいシムじゃん。靴下まで水色なんだね。前だとぴったりじゃん。よかったよかった。タンビーさんがまた来たよ。家に遊びに行き先なんだけど。ブランドンさんバイバイ、またね。なかなか執筆が進まないんですよね、クレイさん。しょうがない。頑張ってやってもらうしかないや。ダニーさんの絵画のスキルが10になりました。おめでとう。あとはもう傑作を描くだけだ。ダニーさんが私の好きな絵画を描いてくれたので、これを撮っておこうと思います。傑作ではなかったけどね。まだ描き終わってなかった。ごめん。ジェラルドが自分の顔がひどいって悩みを相談してますが、大丈夫だよ。意識過剰すぎるよって言っておきますね。もっと自信持って自分に。ダニーさんが傑作を描きました。かつさっきも言ったけど私が好きな絵なので撮っておきますね。どっかに飾っておこっか。ありがとうダニーさん。ちょっと待って。今さ、クレイさんが執筆活動でイライラしてさ、ダニーさんを怒鳴ってるから、急いでキャンセルしようと思ったんですけど、キャンセルできる前に、なんとクレイさんとダニーさんの関係性が難しい関係性になってしまった。嘘でしょ？これノーにしようかな。いやでも逆に難しい関係性を受け入れるっていうのも、それはそれで面白いかな。これもね、やっぱりシムたちが自立で持った感情ですからね、受け入れていくことにしましょう。
関係性が、ほらほら見て、こんな関係性が赤くなっちゃってるよ。どうする？とりあえず謝っとこう。クレイさん、もうちょっとで執筆終わるからさ、そんなあれだよ、八つ当たりしたらダメだよ。謝った？まだ怒ってんじゃん。いやー、びっくりだな。そんな。書き終わった書き終わった。しかも素晴らしい品質だったので、こちらの願望の段階も終わりましたね。なんということでしょう。いやー、いろいろとよかったよかった。思ったよりもいい感じにいろいろとことが進みましたね。どこでご飯食べんの？怒りが頂点に達しすぎて家の外のベンチで一人ご飯食べてるよ、クレイさん。少し頭を冷やすためにはその方がいいかもしれない。さてさて、ということでポジティブな回だったんじゃないでしょうか。でもネガティブなことといえば、ダニーさんとクレイさんの仲が難しい関係性になってしまったことですね。このカップルの関係性をね、修復することも今後の目標としてやっていきたいと思います。そしておそらく次回はですけど、マイラが若者になる、あと1日で若者になるので、マイラが若者になったり、あとはさすがにね、ジェラルドのパートナー探しに本腰を入れてやっていけるんじゃないかなと思います。ということで、また様子を見に来てくださると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。またねー。